どうも、佐々木です。本日の動画ではですね、じゃーん、こちら、タイニーフープといえばでおなじみのこのベータ FPV さんですね。ベータ FPV さんから今回ですね、メテオ65ブラシレスフープクワッドコプター2022ということで、じゃじゃーん、こちらですね。こちらの機体をご提供いただいたので、早速設定とレビューをしていきたいと思います。で、最近ですね、ベータ FPV さんのタイニーなんですけど、キャノピーがすごい独特の形をしていて、で、なんかナイトみたいな感じ。あ、これかな、これをつけるんですけど、なんかね、ナイトみたいな形ですごい可愛いキャノピーになっております。で、今回ですね、この機体に加えて、なんとベータ FPV さんすごいね、いろいろ送っていただいていて、じゃじゃーんっていうか、普通に見てください。シールがあるのはそして、ちょっとびっくりした。こんなに超大量のフレームをですね、いただいてしまいましたので、ちょっとこれはですね、今回プレゼント企画として抽選で何名様だろうな、とにかくですね、すごい、とにかくすごいよ、抽選でよ、おー、これだけ10名様かな。ちょっと私もいくつか欲しいんで、抽選で、何名様かに、8名ぐらいかなに、こちらのフレームをですね、プレゼントしたいなと思います。なので、詳細は概要欄に申し込みフォームをつけておくので、そちらから気になる方はご応募いただければと思います。ちょっと送料だけもらうかもしれません。ちなみに、フレームがこんな感じのメテオ65ブラシレスフープフレームというタイプのフレームになっております。色が水色、白、黄色、紫、オレンジ、水色、ピンク、黒、シアンかと、シアンとグリーンと水色が似てるけど微妙に違ってこんなにいい感じですといったカラーバリエーションになります。ではですね、まず中に入っているものからちょっとご紹介していきたいと思います。で、まず入っているのがこちらですね、機体本体になります。で、あとはキャノピーのパーツですね、パーツたちが入ったものと、あとは予備のプロペラが4枚と、あとはネジを回す工具ですね。あとはバッテリーが2本入っています。で、バッテリーのタイプはこれですね、BT2.0 の差し口になっているものがついております。あとはこれですね、バッテリーの充電器、ここに2本同時に充電することができる充電器と、そのコンセントの部分と、あとこれ充電だけじゃなくて、こっちのテストって書いてある方はバッテリーが今何ボルトなのかっていうテスターとしても使うことができます。こんな感じでバッテリーを挿すと残り何ボルトなのかっていうのがここに表示されます。あとは、このユーザーマニュアルとヘルプの紙ですね、というような、内容になっております。では早速、製品ページを見ていこうと思います。こちらが今回のこいつですね、こいつの製品ページになります。で、これがメテオ65ブラシレスフープクワッドコプター2022ということで、こいつはまず受信機の種類が結構たくさんありますね。ELRS の 2.4 ギガだけでなく FR スカイとか、あとは双葉だったりも選ぶことができます。で、特徴としては
メテオ6号は最新の PT2.0 のイステルバッテリーを搭載した第一世代のフープドローンですと。PT2.0 のコネクターは、内部コネクタ抵抗を効率的に減少させて、なんちゃらで、初期のコネクターと比較して、はるかに優れた放電性能を実現しますという感じの特徴がまず1つ目ですね。で、2つ目が、最新の 0802SE の 19500kV のモーターと 31mm の3ブレードのプロペラを使うことで、このキットはパワフルなインドアフライトの、今までに経験したことないような体験を提供しますよと書かれてますね。で、3つ目が内蔵された 1.45g の超軽くてでアップグレードされた C03FPV カメラを搭載しておりますと。この新しいカメラはインドアフープドローンに最適な性能を備えていますと。で、インジェクションモルディングテクニックを採用したキャノピーなんかの技術を採用したキャノピーは 1.6g というめちゃ軽いで、耐久性があって壊れにくく耐熱性も高いと。フープドローンをしっかり守ってくれますという特徴があるようですね。FR スカイの FC ボードは2つの UART を予約できますと。FR スカイバージョンはPNP としても使うことができる。この PNP バージョンっていうのが受信機が載ってないバージョンで、自分で外付けの受信機をつけるバージョンなので、それとしても使えるよということですかね。で、次がこの ELRS の FC はアップグレードに柔軟に対応できて、大きなポテンシャルを秘めておりますと。ベータフライトのファームをフラッシュせずとも ELRS のバージョン3をサポートしていますということなので、この機体は ELRS のバージョン3がデフォルトでおそらく入っているものと思われます。で、最後がフレームとかキャノピーとかプロペラとかがたくさんの色のスペアパーツがあるよということが書かれております。といったような特徴があります。という感じかな。ではですね、まず最初にやらなきゃいけないことが、この機体とプロポ側のこの TX モジュールのバージョンを合わせるということを ELRS ではやらなければいけません。でですね、先ほどこいつは ELRS のバージョン3がデフォルトで入っているということが分かったので、こちらをバージョン3にしなければいけませんと。ただ私はもうすでに、こいつバージョン3になっているので、やり方はちょっと割愛したいと思います。で、やり方がわからないよという人は、私が以前別の ELRS の機体の設定をした時に、こいつをバージョン3にした手順も、載せているので、この辺にちょっと動画のリンクを貼っておきます。なのでそちらを参考にしてみてください。で、次にですね、何をするかというと、このプロポで ELRS のこの機体のモデルを作成していきます。でですね、モデルの作成方法も以前の動画に載せているので、そちらを見てやっていただければと思います。で、私はこんな感じで以前作った ELRS のモデルがあるので、これをコピーですね。コピーして、で、これが、コピーして作ったやつなんですけど、これを選択ですね。はい。選択して、で、これでコピーしたやつの名前が出てきましたと。で、これの、また、モデルセレクトで、さっきのやつを探して、これですね。これの、選択すると、この名称変更っていうのが選べるようになるので、これで、この名前をですね、こんな感じで全部消して名前を入れますと。ほい、こんな感じですね。で、モデルネームを押すと、こんな感じでもう名前も、変更されますという感じですね。で、お次
次は早速バインドをしていこうと思うんですが、ELRS って結構、バインドの仕方よくわからないんですが、そういう時は大抵この製品ページですねを見ていきます。で、この製品ページでこいつに載ってるフライトコントローラーですねがELRS なんでこいつですね。このフライトコントローラーを使ってるよっていうのが出てるので、それをクリックするとそのフライトコントローラーのページに、飛ぶことができます。でね、大抵ここにバインドの方法だったりとかバージョンの上げ方とかがこれですね書いてあるので、それを参考にしていきます。で、この ELRS の 2.4GB バージョンはですね、Enter Binding Status by Power On Off 3 times なんで、バッテリーを3回抜き差しすると、バインディングステータスになりますと。プラグイン&アンプラグ抜き差しですね。FC を3回抜き差しします。で、RX-LED が素早く2回光ることを確認してくださいと。これがこっちがバインドモードに入った合図です。で、この RX-LED がどこかっていうと、これですね。これがとりあえず光るらしい。で、TX モジュールもしくはプロポ、こっち側ですね。がバインディングステータスになっていることを確認してくださいと。で、確かこれって、ここをカチカチカチって3回押すとバインドモードになったので、それをしますと。点灯したらバインドできたよという感じだと思われます。なので、ちょっと早速やってみようと思います。いきます。1、2、3。こんな感じで使っていて、で、こっちをカチカチカチと。バインドモードに1、2、3回押してから、どうだ？こっちはね、バインドモードに入ってるっぽいんですよね。一回プロップを切って、もう一回今入れてみます。考えられる原因としては、こいつがバージョン3じゃないんじゃないかということを思ったので、バージョンの更新をしていきたいと思います。バージョンの更新ですが、おそらくここに書いてあるやり方ですかね。さっきのこれですね、FC のページのこれかな。 ELRS は Wi-Fi 経由かデータフライトシリアルパススルーで、アップデートできますということなので、まずTurn off the telemetry in the beta flight configurator ということで、機体をパソコンにつないで、ベータフライトを開いて、受信機のテレメトリーをオフにして保存して再起動しますと。で、電源はよくわからないので飛ばしちゃって、で ELRS のコンフィグレーターでこのターゲットを選びますと。バージョンは3にしてターゲットがベータの 2.4 ギガでこいつを選びますと。でベータフライトパススルーでなんと成功しました。ではもう一回ですねやってみたいと思います。プロポの電源入れてでカチカチカチとなんかすでにこのバインドボタン点灯してるので、なんかバインドできてそうな気配です。ベータフライトにつないでバインドできてるか確認してみようと思います。で受信機、バインドできてます。いつの間に？やっぱりバージョン違いだったんですね。なのでこいつ何やら ELRS のバージョンが3じゃないようなので、もしバインドしない場合はぜひバージョンを見直してみてください。バインドしたので次はベータフライトの設定をしていきたいと思います。最低限のセットアップはこの辺ちょっと名前を変えましょう。
変えるのと、その手先起動して、で問題は受信機がスロットル一番上一番下で、量を、全部デフォルトで問題なさそうな感じです。で、モードのところは、自分のお好みに変えていきます。で、あとは念のためモーターの回転方向チェックします。回転の方向がこの左上に書かれた矢印の向きと、全部合ってるかどうかっていうところを確認しますと。まずここにチェックを入れて、でバッテリーを挿します。まずモーター1、4つとも大丈夫そうです。あとは OSD 設定で、これはもう自分のお好みでですね。で、あとは VTX を 私がよく使うのは F1 にしておきますと。あとですね、ちょっと今度の動画ネタなんですけど、フォントマネージャーで機体にバッテリーを入れたタイミングで、このベータフライトのロゴがゴーグル上に出てくると思うんですが、それをですね、ちょっと私の専用アイコンに変えちゃいます。フォントアップロード。よし、OK。とりあえず最低限は、こんな感じになります。ちょっと試運転してみたいと思います。お、いいですね。かなり安定してますね。おー、ゲー。あとはこのキャノピーですね。ちょっとつけてかっこよくしたいと思います。つけるのがこの2つですね。で、これがこの頭のところがこいつカチッと入れるだけかな。こんな感じで、カチッと入りました。で、あとはここですね。で、この丸いのがこれですね。アンテナを通してカチッと、こんな感じです。かわいい。普通にかわいい。だいぶ ELRS の設定も手慣れてきましたね。ちなみに今回の、こいつのフレームのプレゼント企画なんですが、どうやって当選者を決めようかなと考えていたんですが、ですね、今回こいつを、ちょっとロングレンジチャレンジやってみたいと思います。で、この機体が、何メートルもしくは何キロ飛ぶのかというのをやってみて、で、それを当てた人じゃないですね。その飛んだ値に近い人ですねから順番に、抽選で何名か様にフレームをプレゼントしようと思います。で、今回これ ELRS の機体ではあるんですが、途中でゴーグルの映像が見えなくなって、着陸させたりとか、あとは道が途中でもう飛べなくなっちゃって着陸させたりしても、そこの飛んだ距離っていうのを記録としてカウントしたいと思います。なのでこちらですね、ELRS の機体どれぐらい飛ぶのかというのをどしどし当ててみてください。ちなみにもしかしたらフレーム1個じゃなくて2個だったりとか、あとおまけでキーホルダーをお付けしたりとかっていうこともするかもしれません。それでは今日の動画はこの辺で。バイバイ。